皆さんこんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は前回に引き続き安心ワールドについてつぶやかせていただこうと思います。前回はアフターライフだけになってしまいましたので、今回はもう少しシンプルにつぶやかせていただきます。ディスク1の2曲目が Wi-Fi になります。この曲は冒頭小鳩さんの咳払いとシャウトで始まりますが、ミンチョのワウが印象的で、ベイドラはめちゃくちゃ激しくて、海外のハードロックみたいな感じを受けます。特にドラムはテンポが変わっていて、複雑なことしてるなと思います。この曲の構成は一応 A メロ、B メロ、サビ、C メロ、ギターソロという構成がありますが、なんか他の曲に比べて境界が曖昧というか、そんな感じがしていて、なんかカオスな感じを受けます。歌詞もほぼ英語で、その英語部分もリフレインが多くて、そのあたりもなんかこれまでの曲と違う感じがしています。このアルバムの発売時にあったオンラインリスニングパーティーというやつで、小鳩さんがコーラスが疲れたと言ってましたが、確かにずっとコーラスとかフェイクとか入ってて、鳩の鳴き声みたいなのもありますし、最後も小鳩さんのシャウトで終わりますよね。私がこの曲で一番好きなところは、ギターソロ終わりでサビに入る直前のギターのジャーララランっていうとこですね。ちょっと2向けの曲というイメージもあります。次がユースです。この曲は完全生産限定版にしか収録されてない曲ですよね。フェス用に作ったと聞いたことがありますが、イントロから A メロ B メロは激しい感じで始まりますが、サビが爽やかな感じというか明るい感じなので、曲全体のイメージとしては爽やかなイメージが残ります。サビは爽やかな感じと言いましたが、バックの演奏、特にベイドラは変わらず激しくて、ツインペダルでバスドラどこどこやってるのに爽やかという不思議な感覚です。あと、小鳩さんのコーラスというか、掛け合いのツインボーカルのようなコーラスが素晴らしくて、聴いていて楽しくなります。この曲に限らずの話ですが、ミンチョの曲作成能力とか小鳩さんの作詞力の素晴らしさはよく言及されてますが、小鳩さんのコーラスとかフェイクとかシャウトの入れ方についても天才的だと思いますね。ディスク1の4曲目がさよなき祈りです。もうこれはお給仕での小鳩パートの定番になってきてますよね。小鳩曲は全て良いと思う私ですが、これまでの曲は比較的歌いやすい曲だったように思うのですが、さよなきどりはチャレンジしたなぁと最初聞いた時に思った記憶があります。オンラインリスニングパーティーでの小鳩さん曰く、歌詞はロミオとジュリエットの世界を表現したとのことで、なんか味わい深いですよね。あーちゃんは変拍子入りまくりで1回でもずれると戻ってこれないと言ってましたが、このドラムの変拍子が好きすぎて、私的には好きなドラムフレーズトップ3に入っている曲です。オンラインアコースティックお給仕では貴重なあーちゃんのコーラスもありましたが、ドラム叩きながら歌うあーちゃんはビジュアル的にも超お気に入りです。リズムギターソロというミンチョのおつな計らいもあって、本当に小鳩さんのために作られた曲という感じがします。最後の小鳩さんの限界に挑戦した高音マックスのところは、海外の人もですが親のように見守り、うまくいってもいかなくても大歓声と拍手が起こる定番になってますよね。当然ミンチョのリフも最高ですし、ミサさんのベースラインも言うまでもなく最高な曲です。特に最後のギターソロは小鳩さんのボーカルの盛り上がりと合わせて、最後最高に曲を盛り上げて、ボーカル後の余韻を味のあるギターソロがつないで、最後は盛り上げてスパッと終わるところは文句なく秀逸だと思っています。次がケミカルリアクションです。これは皆さんご存知のビーズを意識したという曲ですが、確かに稲葉さんが歌っていても違和感ない気がします。なんか不穏な感じのイントロで始まり、そのまま重い感じで進行していきます。あーちゃんがこの曲のためにカウベルを買ったって言ってたやつですが、確かにカウベルがいい味を出してますよね。歌詞は事実はきなりとか、歌詞好き愛しとか、全般的に難しめの表現が多くて、小鳩さんの言葉選びにすごくセンスを感じてしまいます。あと、サビ前のミンチョのギターが3回とも全部違っていて、それぞれがめちゃくちゃいいと思う私です。それで次がマナーズです。
原点回帰と原点進化をつなぐ曲として最後に作ったとのことですが、ジレンマといい、そんな簡単にこんな名曲ができるのかという信じられない思いがあります。歌詞も安心ワールドというかバンドメイドを表現していて、聴いていてゾクゾクします。久保田さんのシャウトとかあっていうコーラスも最高ですよね。2回目の B メロでの久保田さんのコーラスとシャウトは秀逸です。で、ギターソロ前でまた久保田さんのシャウトがあって、めっちゃ味わい深いギターソロになります。ギターソロ後のサビでミンチョとミサさんがリフを変えてくるところもお気に入りポイントですね。それで C メロに入りますが、ドミネーションでもあった歌詞の Take Over the World って歌われます。これは改めてもう一度言っておきますよってことですよね。ドラゴンクライズの雰囲気構成と似ているという人も多くいましたが、そう言われればそういう気もしますが、私的にはシンプルに古き良き重厚なハードロックというイメージを持っています。ディスク1の最後が I Still Seek Revenge です。これはミサさんの曲って感じがしています。とにかくスラップも多くてベースを聴く曲のイメージです。当然それと連動するアーチャのドラムもすごくて、アーちゃんが言うには高速6連符祭りだそうです。ギターソロはこれぞ民調というか盤目って感じですし、とにかくかっこいい曲だと思います。歌詞のテーマは復讐ということで少し不穏ですが、サイちゃんと小鳩さんの掛け合いみたいなところもあってすごくいいです。この曲って難しすぎて絶対カラオケで歌えなさそうな気がしています。ということで、アンシンワールドについての超個人的感想の2回目でした。簡単にではありますが、ディスク1についてつぶやかせていただきました。次回はディスク2についてつぶやきたいと思います。今回は以上です。それではまた次回。